今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。皆さんは港に釣りに行くと、どこからともなく現れる可愛い猫に出会ったことがありますよね。そんな可愛い猫を見て、港の猫って保護していいの？どうやって保護するの？保護した後はどうすればいいの？と疑問を持たれた方もいらっしゃるでしょう。そこで今回はこれらの疑問について解説していきたいと思います。今回の動画は野良猫の保護を推奨する動画ではなく、野良猫に対する知識を得ることを目的としています。なぜなら、可愛い、かわいそう、一時的な感情で起こした行動が無責任な行動になっているかもしれないからです。ですから、この動画を見て野良猫に対する知識を一緒に勉強していきましょう。ということで、本日の結論です。最後まで飼育するという強い覚悟。何度もお伝えしますが、野良猫を保護すること、もしくは保護しないことを強要することが目的ではないことをご理解いただいた上でご覧ください。それでは本日の目次です。保護の前にすべきこと。捕獲の方法。保護した後にすべきこと。保護した直後にやってはいけないこと。そして動画の最後には特典パートとして猫の名前ランキングをご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。では早速ですが、野良猫を保護しようとしたら何をしなければいけないのでしょうか。まず保護しようとしている猫に親猫や子猫がいないか周囲をよく確認してください。保護することで親子がバラバラになってしまう可能性があるので、その場から少し離れて様子を見るなどしてみましょう。親や兄弟とバラバラになってしまうことほどかわいそうなことはありませんからね。次に保護しようとしている猫が本当に野良猫で付近に世話をしている人がいないかよく確認してください。猫の場合は犬と違って首輪をしていないからといって野良猫だとは限りません。そして自治体で野良猫対策として力を入れている地域猫の可能性がないかも必ず確認します。地域猫というのは飼い主のいない猫のうち地域住民の協力を得てルールを設けた餌やり、糞尿の始末、避妊・去勢手術により適正管理された猫のことを言います。この地域猫の大きな特徴は、不妊手術を受けた証として耳が V 字にカットされていることが多いので、よく確認してみましょう。多くの各自治体が野良猫対策として力を入れているので、住まわれている自治体のホームページなどで確認してみてください。猫の場合は野良猫なのか飼い猫なのか見ただけでは判断が難しいので、付近住民に聞いてみたりして確実に確認するようにしましょう。万が一飼い猫だった場合、窃盗罪、遺失物横領罪、器物損害罪などの罪に問われる可能性があるので、慎重に行動してください。そしてこれが最も重要なのですが、保護した後に自分で飼育するのか譲渡するのか必ず決めてから保護するようにしましょう。しかしながら保護すると決めた以上は譲渡ではなく、その猫の命に最後まで責任を持ってほしいというのが正直なところです。行政などにかわいそうだから保護してほしいと連絡するだけでは無責任と同じです。なぜなら命という観点で見れば、連絡して保護されることで7割以上の確率で殺処分される可能性があって、逆に保護されなければそのまま生き延びる可能性があるからです。そして野良猫を保護した場合は診察や治療のために病院に連れて行く必要がありますが、治療代が思いのほか高額で払えないのでなかったことにというわけにはいきません。一度保護した猫を元の場所に戻してしまうと、動物の愛護及び管理に関する法律、動物愛護管理法第44条3項に違反する行為で、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処される犯罪行為です。ですから最後まで命に責任を持てないならば関わるべきではないということを改めてお伝えしておきます。それでは全てを理解した上で保護すると決めたならばどうすればいいのでしょうか。大原則として愛護団体や行政に頼らず全て自己責任で行います。ちなみに愛護団体などはアドバイスをもらうところであって依頼するところではないということを理解しましょう。そして港の猫の場合はほとんどが自ら寄ってきてくれるので捕獲に苦労はしないはずです。もし人慣れしていない猫を保護する場合は捕獲器を使用して捕まえることになります。しかし捕獲器を持っている人はそうそういないと思うので愛護団体などから貸してもらって捕獲のためのアドバイスをもらいましょう。ただし捕獲器を使用する場合は設置する場所の管理者からしっかりと許可をもらうことを忘れてはいけません。そして猫を保護した後は動物病院でノミとダニを駆除してもらいましょう。そこで猫エイズや猫白血病という猫の感染症についても検査をしてもらいます。猫エイズは猫の約 1% から 5% が感染していると言われていますが、人に感染することはありません。しかし、感知することはなく、他の猫に感染してしまうため、必ず確認するようにしましょう。猫白血病についても発症してしまうと、様々な病気の原因となり、感知することは難しいと言われています。こちらも人に感染することはありませんが、猫同士では感染してしまう恐れがあるので必ず確認しましょう。この時、保護した猫の年齢や体調に問題がなければ、不妊手術もお願いしてみてください。ただし、これらの診察については、そもそも病院側が嫌がる可能性があります。それは、健康状態や病歴がわからないからです。ですので、あらかじめ保護した野良猫を診察してもらえるか必ず確認するようにしてください。ちなみに、これらの診察費については、一般的に、ノミ・ダニ除去1000円、ウイルス検査6000円、ワクチン接種5000円、不妊手術、オス2万円から3万円、メス3万円から4万円程度かかることは確認しておきましょう。ただ、不妊手術については自治体で助成金が出るところもあるので確認してみることをお勧めします。ここまでは保護した後にやるべきことを説明してきましたが、ここからは逆にやってはいけないことを説明します。まず、保護した猫が汚れているからといってすぐにシャンプーしてはいけません。猫は基本的に水が嫌いなので、シャンプーをすることでとても強いストレスがかかることになります。そうすることで人慣れしにくくなったり、せっかく保護したのに脱走されてしまったりする可能性があるので注意が必要です。そして保護を決断する人の中には、すでにご自身で猫を飼っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方は、先住猫に寄生虫やウイルスが感染してしまう可能性があるので、接触させないように注意してください。もちろん、人を介して感染する可能性もあるので、接触する前後でしっかりと手洗いをしましょう。港の猫を保護するためには、多くのお金と適切な環境、そして最後まで飼育するという強い覚悟が必要であることがお分かりいただけたかと思います。ですが、もし保護したならば、やるべきこと、やってはいけないことを理解した上で、めちゃくちゃ可愛がってあげてください。また、中には保護猫を迎えてあげたいけど、どうしても保護猫を迎えることができない方もいらっしゃると思います。その少しでも支援したい気持ちを物を買うことで応援できることも可能です。この株式会社スタイルさんのマスクは売上の一部が
保護猫たちの飼育費用として寄付される仕組みになっております。お出かけ用デザインマスクや無地のバージョンもございますので、マスクを買われる機会がございましたら、こういった商品のご利用もいかがでしょうか。リンクは概要欄に載せておきます。それでは特典パートです。今回は2023年総合猫の名前ランキングトップ5をご紹介いたします。この名前ランキングは数多くありますが、ここでは猫の気持ちさんが発表したランキングを引用させていただきます。それでは発表します。第5位、モモ。第4位、レオ。第3位、ソラ。第2位、ルナ。そして第1位は麦でした。第1位の麦は2年連続の1位となります。ちなみに第2位のルナ以外は昨年もトップ5に入っていて、ルナが昨年11位から大躍進した形になります。どうですか？皆さんの猫の名前はありましたか？コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。釣りって学べるには Discord を使った釣りコミュニティ釣りシティがございます。ありがたいことに510名を超える方に参加していただけるほどになりました。さらに Discord では釣りだけでなく料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいています。登録は概要欄の登録方法と招待リンクをクリックして説明の通りに操作していくだけなので簡単です。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって様々な情報を共有してみてはいかがですか？本日の授業は以上となります。保護猫と釣りの授業が今後猫ちゃん愛護の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。